ほい、どうもこんです。ということで、今回はこちらのボロスカ缶を紹介したいと思います。こちらのデッキですが、11月14日の MO チャレンジにおいて、7勝2敗で見事優勝を果たしたリストですね。よりバーに寄せた形のボロスも8位に入賞していて、ティア1になるのが濃厚な秋タイプとなっています。なんといっても、1マナ3点火力の稲妻派の登場が大きく、ソーサリーかつプレイヤーにしか飛ばないのですが、バーン系のデッキにおいては1マナ3点火力は非常に強力で、まさにこのデッキが欲しかった1枚となっています。また、噴出の稲妻の再録も地味に嬉しく、基本は1マナ2点火力なのですが、5マナで打つと4点火力にすることができ、マナフラ受けのあるショックの完全上位互換のカードになっていますね。また、ボロスの魔除けも久々に再録されていて、モダンでも活躍していた2マナ4点火力ということで、当然スタンでも強力なカードになっています。目立ちたがりとの関係で2段攻撃付与も強く、どのモードも盤面によっては使う可能性があるのもいいポイントですね。ボロスはアグロミラーにおいて稲妻の螺旋が使えるのも強く、絶妙なライフレースをライフゲインでまくっていくのが気持ちいいです。また、アグロミラーではサイドの叫ぶ宿敵が強力で、稲妻の螺旋対策にもなり、立たせているだけで相手が動けなくなっていきますね。はい。ということで今回も BO3 ランクマッチで収録していますので、実際にどんな感じで回るのか、試合の方をどうぞ。さあやっていきます。こちら先手、土地ゼロはマリガンですね。さあ、クリーチャー1体だけ。まあ基本的には、1ターン目からクリーチャー出したいんですけど、まあこれはしょうがないですね。まあ土地は2枚でも回るデッキということで、土地2でキープしていきましょう。さあまずは、タップインをさせていく。まあ先手であればね、1ターン目からクリーチャーを出していきたいデッキではあるんですが、まあやはりどうしても2ターン目からとなると、テンポがね、悪くなってしまうので、まあ目立ちたがり、計画していきましょう。切り崩しで対処されるのが一番寒いということで、まあ切り崩しだけはケアしていきたい感じですね。さあ、ただ相手構えてくる。まあ構えてくるんであれば、全然こっちも構えて OK ですね。相手もこれ、動けなくなってるんで。で、こっちはこっちでその、手札がね、まあバーン系のカードがかなり大量にあるということで、動かないのであれば、まあこっちも、本体にね、火力を打っていくだけですね。まあ、ボロス1枚はもう使ってもいいかなと。もうハンドにあるだけで、15点ですかね。8、11。まあ、15点分の火力があるということで。さあ、ただコウモリは、除去っていきましょう。まあ、結局残っちゃうと、ライフゲインをされてしまうということで。さあ、で、まあ多分ね、これ、2マナ構えてくるでしょうね。さあ、コウモリで抜けないんですが、止まってくる人結構多いですよね。まあ、ボロスの魔除けはもう、1枚使っていきましょう。さあ、4点を、相手に入れていく。クリーチャーが引けるといいんですが、クリーチャー引かず。まあ、クリーチャー、まあ、サコークリーチャーをね、引けると、まあ、目立ちたがりとともに走らせて、で、火力も打っていきたいという感じではありますね。まあ、相手はおそらく、1枚の除去はね、もうずっと構えてくるつもりなので。さあ、ということで、まあ、ボロスはもう打っていきましょう。さあ、1回も殴ってないですが、まあ、ライフはもう残り12点までと。さあ、ようやくクリーチャー引きましたね。ただ、まだこのターンは出さないかな。まあ、どっちにしろ、コケモリにね、ブロックされるだけなんで。さあ、そしてグリッサが出てくる。これは殴るチャンスかな。はい、コケモリも殴ってくる。次のターン、もう目立ちたがり出して、で、速攻クリーチャーも出して、螺旋をグリッサに打っていきましょう。ボロス。4、7、9なんで、いや、全部これ顔面でもいいですけどね。どっちでいくか。まあ、1回除去打たせて、6点入るっていう感じなんですが、まあ、一旦打たせますかね。さあ、挑戦者も出していく。まあ、グリッサじゃなかったらね、全部、火力顔面でもよかったんですけど、グリッサはちょっとね、生き残ると、アドバンテージ差が結構ね、出てきてしまうということで、まあ、相手1体は除去ってくるんですが、まあ、どちらを除去っていくか。さあ、ここは靴ある選定で目立ちたがりを除去っていく。さあ、これで3点入る形ですね。手札にあるのは、6点分の火力。あと1枚火力引いたら勝ちですが、ただドレッドが出てきてしまう。
ドレッドはね、ゲインされてしまうんで、ちょっと話が違いますね。いや、これドレッドがなかったら勝ってるんですけど、これどっちか悩みますね。土地が引けたらね、キッカー込みで勝てるんですが、まあ、螺旋と稲妻でドレッドを落として、で、挑戦者、はい、まあ、これは回避できるんで、まあ、生き残らせるっていうルートも全然ありですね。まあ、火力も土地も引けなかった場合っていうのが、ほぼね、積んでしまうと思うんで、まあ、安定ルートで行きましょう。まあ、ただこうなると残り、まあ、ライフがまだ9点あるということで、火力をあと、2枚引いてくる必要がありますね。さあ、2点は打っていきましょう。除去がなければもう勝ちの状況。ラリコッパイ。はい。まあこれはしょうがないですね。さあ、こうなると、あと3点火力で勝ちですね。まあ基本的にこの、バーン系のデッキっていうのは、ただ、さらにドレッド。次のターン引いてこないと、逆にまたきつくなりますね。ドレッドが2枚入ってるのは相当珍しい。最近はもう完全にデーモン型が主流ですからね。はい、勝ちました。まあ、バーン系のデッキっていうのはこんな感じで、まあ、相手のライフが集まってたらね、もう、デッキトップの浮きがね、かなり広いんで、まあ、そのままトップで勝つ可能性がね、めちゃくちゃ高くなりますね。じじ。さて、まあ、ライフゲインがね、結構あるデッキということで、宿敵も入れておきますか。まあ、相手ゴルガリなんで、黒い除去はね、当たってしまうんですけど、まあ、ただ、コケモリとかでの相打ちはね、こっちの方がむしろ美味しい形になっていきますね。で、まあ、サイド後はおそらく相手、除去コンチックに、ね、なっていくと思われるので、溶鉱炉も全部入れていきましょう。で、後手のやっと割れ爪はマジで弱いんで、まあ、基本的に自分は全部抜いてますね。で、あとはまあ、ちょこちょこと弱いところを抜いていく感じでいいかなと。まあ、こんな感じでいきますか。さて、これはひどい反動なので即マリガンしていきましょう。まあ 0.1 秒でマリガンですね。これも弱いですけど、まあダブマリするよりはキープですかね。ただちょっと後続を引けないという感じですね。さあ、持ってるか。まあ切り崩しをね、ケアするんだったら2ターン目指導でもいいんですけど。さて、即走対処されまして、さらにコウモリが出てくる。まあこれは、螺旋か稲妻か。まあおそらく稲妻を使わせたいので、螺旋を抜いてくる感じですかね。そっちなんだ。まあ4点火力が残るのは、説教者をね、倒せるようになるんで、まあどっちかというと、ありがたいかなと。スクライランド入ってるんだ。珍しい。まあおそらく長宝ランドと、ミセラランド入ってると思うんですが、追加で入ってる形ですかね。まあもしくは代用パーツ。はい。さあということで、コウモリは螺旋で除去っていきましょう。さあ、ただ、これはね、もう完全に負けパターンの展開ということで、はい。まあ正直この試合に関しては、まあこのゲームはね、おそらく落としていくでしょう。はい。からのドレッド。まあ次のターン落とせなかったらもう投了でいいかな。ちょっと、まあひどすぎますね。まああと一ターンだけ見てみますか。まあこの試合に関してはちょっと反応が弱すぎるので、まあ、致し方なしという感じですかね。さあ4点プラス2点で6点を入れられていく。さらに土地、もうこれは投了でいいか。さあ1勝1敗で3試合目。土地1はマリガンですね、基本的に。これもマリガン。まあダブマリはね、これ仕方ないですね。先手ダブマリはちょっときついですが、まあこれをキープしていくしかないかなと。まあ土地1枚と火力かな。よろしく3連打。まあ挑戦者からうまいこともあればっていう感じですね。
ボロスに脅迫。なるほど。さあ、ただここ刺さっていく。次、土地引きたいですね。宿敵まで、まっすぐ出せれば、相手が除去を持っていなければ、ワンチャンはあるかなという感じですが、はい、ファストランド、いいですね。さあ、5点クロックを入れていく。残り13点まで。結局のところね、その火力よりもクリーチャーの方が強いんで、基本的に。なので、クリーチャーがあるハンドの方がキープしたい感じですね。余計いいですね。さあ、5点入れていきましょう。切り崩しケアで、こっちは動かないですね。果敢の1点分とかは、マジでどうでもいいんで。さあ、ただここ苦痛ある先手。魔除けはどうせもないんで。さて、宿敵が除去られて、ただ残り11点まで。魔除けで4点入れて残り7点。ゲインされなければ、あと火力2枚引ければ、そのまま勝っていける展開ではありますね。ダブマリなんでね、ちょっとカードが少ないですが、説教者、はい。これボロスの魔除けはもう打っていいですね。構える必要がないので、打っていきましょう。さあ、残り7点からの説教者を倒して、3点入れて残り4点。あとはもう、ボロスの魔除け引いたら勝ちですし、あとは、ミシュラランドあるんで、相手の展開によりますね。さあ、ダウワニのため、もうハンドは0ではありますが。さあ、ここでドロスの魔人。火力は引かず。即走出してもあれなんで、ミシュラランドで殴りますか。ミシュラランドを起動して、で、挑戦者かな。これで2点通るんで、2点以上の火力を引いたらもう勝ちという状況ですね。1試合目と同じように、もうデッキからね、火力を引いたら勝ちなので、さあ、あとはそれが引けるのかどうか。交互に、はい。即走は、別に、あれですね。さて、はい、勝ちました。こういうデッキですね、ボロスは。GG。さあ、やっていきます。こちら5手。クリーチャー1枚だけ。ちょっとね、こういうハンド弱いんですけど、キープしていきますか。人によってはこれ全然マリガンもあると思います。さあ、相手ラクドス。ラクドスは、結構珍しいですが、ランクマだとね、割と、全然当たりますよね。ちょっと相手これ構えてるんで、このターンは火力構えでいいかなと。さあ、メインヨコロ。なるほど。これあれかなサクリファイスして、戦慄四字とかのデッキですかね。さあ、クリーチャーを引かないですね。操戦者に、巨海の怒りつけて殴っていきましょう。さあ、一旦6点パンチ。こいつが生き残ってくれるとありがたいですが、なかなか生き残ることはないでしょう。さあ、さらにヨコロからトークンが出てきて、2点を入れられていく。3ターン目にね、ヨコロ出されてるんで、ちょっとね、これ、きついかもですね。さあ、2ドロに変えていく。このデッキね、その、競技には全然いないんですけど、ランクまでは、割と当たるデッキですよね。そこそこ強い。さて、火力だらけですね。ちょっと裏向きのカードは即倒していきましょう。とりあえずクリーチャーをね、引いていきたいですね。さて、ヨコロがレベル3に育っていく。残り14点まで。なるほど。スケルトンも入ってるのか。サクリファイスと相性いいですからね。さあ、螺旋でね、なんとかライフレースを逆転していきたいですが、ただ、結局ね、その、火力よりもクリーチャーの方が基本的には強いんで、このままだと、もう押し切られてしまいますね。さあ、6点。通って残り10点まで。クリーチャーをね、引かないとさすがにきつい。
さあ、さらに螺旋で3点ドレインしていきましょう。で、まあ、クリーチャーも欲しいですし、クリーチャー引いてかつ、それがね、生き残らないとダメという状況ですね。さあ、ただ残り5点になったので、この場合は、あと火力の方が欲しいですね。3点以上の火力を引いた場合はもう、そのまま勝っていけるという状態になってますね。まあ、あとはトップ次第。さて。さあ、トップ次第。残り5点。目立つたがり。まあ、出すしかないですね。まあ、相手が切り崩しだけであれば勝てる。けど、他の除去だったら負ける。っていう形ですね。さあ、まあ当然除去は持っていますね。何を持っているか。塔の天下。塔の天下はかわせるので、巨海の怒りを打っていきましょう。追加の除去がなければ、はい。なんとか、GG。サイドボード難しいんですけど、まあおそらくサイド後は除去がね、かなり増えてくると思うんで、ヨーコロは入れていきましょう。で、例によって雇われ詰めは全部抜いていく形ですね。で、ちょっと除去増やすか。うん。まあこんな感じでいってみますかね。さあ、1本目勝って2試合目、土地0はマリガン、土地1もマリガン。まあダブマリですが、キープしていきましょう。まあボロスはね、割とキープ基準はね、はっきりしてるんで、即マリガンでいいですね、ああいうのは。さあ、ということで、まずはソックスを出して殴っていきましょう。手札の枚数こそ少ないですが、まあ割とまとまったハンドではありますね。さあ、さらに甲府。相手ちょっとクロックがね、高いのが気になりますが、まあここは挑戦者1回出していきましょう。これでどっちともね、クリーチャーが生き残ってくれれば、まあ次のターン、果敢2回ね、誘発させていきますね。さあ、はい。まあエンチャントつけて、で、それをサクってっていう感じの、ああ、なるほど。連打してくる。1マナ32ですからね。相手、サイズがでかすぎる。とりあえず1対32は落としていって、で、抹消する稲妻は、まあ、候補に打っていきますか。3、4で7点入るんで、まあ、相手がチャンプしてくる可能性は全然ありますね。うん。まあ、一旦対処して、殴っていきましょう。さあ、7点アタック。チャンプしてくる。うん。さあ、ただこうなると、まあ、ダブマリ分のこのハンド差が、ちょっと厳しいか。さあ、さらにムクロで、まあ、クリちゃん残してきますよね。そして何も引かず、2にアタックするか。まあ、3人残しときたくない感じがするんで、で、まあ、ミスラランド出していきましょう。まあ、さすがにちょっと厳しいですね。まあ、相手のハンドにもよりますが。さあ、ここで恐怖が出てくる。1枚捨てて、ワンドローですね。お、ムクロ捨てるんだ。なるほど。ムクロ連打相当きついですけどね。さあ、ただ、ムクロよりも強いカードを持っているのかどうか、土地を置いてくる。さあ、3点入って、残り8点。まあ、もう1枚は多分、めちゃくちゃ強いカードですよね。目立ちたがり。3、4、5、6、7、8。ブロッカー1体残さないといけないんで、まあ、目立ちたがりは出して、殴りますか。で、即走でチャンプですね。いや、ただ11点はね、残り1枚じゃ削れないですよね。まあ、ほぼほぼ負けですが、ミシュラランドあるんで、ミシュラランドパンチプラス、巨海の怒りだった場合は ?3、4、5、6、7、8、9。あ、はい。まあ、これは負け格かな、さすがに。さあ、さらにムクロ来て、まあ、このターンで耐えることはできるんですけど、耐えても勝てないんで、まあ、しかも除去も持ってる。まあ、これは相手が完璧でしたね。っていうか、あれか。
この相手だと塔の天下入れた方がいいですね。ショック抜いて、塔の天下、全部入れていきましょう。まあ、バーン1枚抜いて OK かな。さあ、1勝1敗で3試合目。はい。これはまあいい反応ですね。土地3枚で、1マナ、2マナのクリーチャーがあって、火力が2枚入っていると。さあ、これは、一気に攻め込んでいけるのではないかなと。さあ、相手は甲府を出してくる。これはね、最大値目指しましょう。目立ちたがり出してもう殴っていって OK かなと。まあ、どっちにしろ、その、タフネスを上げるカードがないんで、まあ、2点火力の場合は、しょうがないですね。で、除去られなかった場合が、まあ、クロックがね、めちゃくちゃでかくなっていくんで、さあ、相手は2点を入れて、相手黒しか出ない状況ですが、はい。クリチャー生贄に捧げて、除去のやつですね。まあ、これは仕方ない。さあ、ということで、これは追放して、で、さらに稲妻刃も打って、殴っていきましょう。さあ、6点入れて残り11点まで一気に削っていく。まあ、ハンドこそ、もうかなり少なくなってはいるんですが。さあ、相手ムクロ。うん。まあ、ブロッカーですね。これはね、抹消する稲妻使いますかね。いや、さすがにか。まあ、相手のデッキのね、すべてが分かってはいないんですけど、まあ、噴雪を使っていきますか。さあ、噴雪で倒して、螺旋ももう打っていきましょう。さあ、6点。入れて、残り5点まで削っていく。まあ、抹消を使って、で、噴雪プレイヤーも全然ありますね。さあ、さらにムクロ。うん。まあ、どっちにしろっていう感じですね、これは。さあ、火力。お、火力引いた。4に倒して倒せてますね。GG。さあ、やっていきます。こちら5手。クリーチャー雇われ詰めだけですが、まあ、キープしていきましょう。5手ということもあって、はい。相手赤単ですね。赤単かグルールか。まずは、雇われ詰め出していきましょう。まあ、とりあえず一旦クリーチャーを出しておきたいということで。で、まあ、次のターンは、まあ、でかくしながら、はい。除去っていく形でもいいかなと。さあ、ただ相手顔面村を使ってくる。そして目立ちたがり。であれば、まあ、相手の行動からして目立ちたがり、もう素出しで殴っていって OK かなと。さあ、3点入れて残り17点まで。さて、相手先手赤単ですが、まあ、動きとしては、やや鈍い感じはありますね。さあ、さらに挑戦者から、うん。相手おそらくね、インスタントがなさそうということで、さあ、即走も引けたので、もうこれは、どんどん出して、果敢を誘発させていきましょう。うん。まあもうメインで使って OK ですね。さあ、誘発していきますが、相手は特に動きはなしと。8、9、10。このターンに倒すことはできないので、挑戦者の方を除去っておきますか。うん。さあ、2点入れて。まあ、ショックでもいいですけど。さあ、11、12点入って、残り4点まで。うん。まあ、もしくは、構えててもよかったですけどね。相手がその投げ飛ばし型とかだったら、構えてた方が安定ですが、さあ、多様なネズミ。二段攻撃つけて、で、稲妻の一撃を目立つたがりに打ってくる。うん。相手クリーチャーを立てていった場合は、はい、殴ってくるのであれば、勝ち確ですね。はい、まあ、どっちにしろ、っていう感じか。さあ、3点入れて、ショックも入れていく。まあ、さっきのターンの2点火力は、構えてた方が良かったかもですね。さあ、ということで、まあ、塔の天下は入れて、まあ、後手ということもあって、雇われ詰めは抜いていきましょう。
で、もう1枚ぐらい追放除去入れておきますか。さあ、1本目勝って2試合目。土地1はマリガンですね。土地0もマリガン。土地1マリガン。はい。まあ、2試合目に関しては取りマリということで、まあ、この試合はもう、落とすのはしょうがないという感じですね。まあ、基本的に、ほとんど1マナ2マナのデッキであっても、土地1キープって、まあ、負けるんで、基本的にはマリガンした方がいいですね。まあ、たまたまね、次のターンに土地引いたら、全然ね、回るんですけど、単純に土地の枚数も20枚だけのデッキということで、まあ、運任せのキープをするよりも、しっかりとマリガンしていった方が、まあ、まだ、勝てる可能性は上がるかなと。最低叫ぶ宿敵。宿敵入れるの忘れましたね。宿敵はね、やっぱアグロミラーでめちゃくちゃ強いんで、まあ入れておいた方が良かったですね。さあ、こっちはもう、分回って勝つことを祈るしかないということで、ガンガン攻めていきましょう。残り12点まで。まあ、火力を引き続けられれば、ワンチャン勝てる可能性もあるかもしれない。さあ、ただ、多様なネズミ。まあ、叫ぶ宿敵に効果をね、付与することはできないので、とりあえず3点だけですね。さあ、土地。まあ、さすがに、厳しいですね。一旦、ネズミ、1体除去って、でもこれ全部使っていくしかないんで、ガンガン攻めていきましょう。これ通ったとしても残り6点ですからね。6点は、まあ1枚で勝てるカードがないということで、まあさすがに厳しそうですね。相手はまだ反応が3枚ある状況。さあ、さらに多様なネズミから、まあ2段攻撃付与で、パンプ系があったら死んでるかな。巨海の怒りでおそらく死んでますね。さあ、いや、死んではないか。4、8、11点か。はい。ただ、相手火力打ってきてないんで、まあでもどっちにしろですね。こっちが強いなら何引いても負けの状況なので。はい。さあ、ということで、3本目いきましょう。宿敵入れましょうね。とりあえず叫ぶ宿敵全部入れまして、で、まあ先手ということで、除去をちょっと減らしますかね。暗号破りもね、ちょっと減らしていいかな。さあ、1勝1敗で3試合目。スペル、ちょっとインスタントが少ないですが、まあ、キープしていきましょう。叫ぶ宿敵連打ができたらね、かなり強いということで、挑戦者からいくかな。まあ、正直これは相打ちでもいいので、もう殴っていきましょう。まあ、相手としても、進化の英雄はね、はい、まあ、残したいクリーチャーですよね。で、次のターンからは、叫ぶ宿敵をね、連打できるということで、さあ、ショックで焼かれていく。まあ、巨海の怒りもあると。さあ、相手かなりいい動きですね。となると、まあ、宿敵出して、アタックせずに、5でいいかな。こっち先手なんでね、攻めたくなる気持ちはあるんですけど、立たせてた方が強い盤面かなと。さあ、相手も宿敵。これブロックで OK ですね。さあ、ブロックして、進化の英雄も除去っていきましょう。まあ、ただ相手は6点をね、本体に飛ばすことができるんですが、こっちはクリーチャー対処に時間をかけていくと。さて、こうなると、まあ、目立ちたがりを出していきたいかな。目立ちたがりプラス、稲妻派で、行ってみましょう。さあ、これで6点入れて、残り12点まで。まあ、盤面だけで見るとこっちがやや有利ですが、まあ、ただ残り9点ということで、相手の、まあ、手札によってはね、即死の可能性もありますが、さあ、ここは劇場を打ってくる。なるほど。なるほど。6、10。一旦宿敵いくか。3点入れといて、残り9点。で、次のターン、火力プラス飛行で6点。まあ、相手の手札によっては、
フィニッシュがそのままできる、状況ではありますが、さあ言っても叫ぶ宿敵。立たせては来ない。立たせてこないとなると、目立ちたがり出さない方がいいですね。1マナで3点クリーチャーに飛ばせないので、3点入れてから、はい。稲妻ハーボロスの魔除けで勝ちですね。さあ、なんとか、アグロミラーを制していくと。GG。良ければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。高評価が動画制作の励みになります。それでは、またね。